こんにちは。今日はこのスキャンスナップ S500 ですね。こちらの分解をやってみたいと思います。こちらのスキャンスナップですね。このガイドローラーというか、ゴムの部品がですね、数年、10年ぐらいですかね、経つとベトベトになって使えなくなってしまうっていう問題がありまして、これはもう交換済みのものなんですけど、こういったゴムの部品の交換が必要になります。今回自分でやってみて分解方法が分かったので、動画にして残しておきたいと思います。はい、ここから分解していきます。まず、外しやすい部品を取ってしまいます。まずここの部品は、ここをつまんで、ピュッと取れます。取れます。で、あと、この部品がですね、ここをつまんで、ピュッてやると取れます。ですね。次に取るのが、この部品ですね。この部品は、ここを開けて引っ張ると取れます。で、ここぐらいまでやったら、ひっくり返して、そうですね。で、この部品も取れます。これが、こっちの右の方から、もうちょっと、開けた状態でピュッとやって、こっち、ちょっとひねって取れます。で、ここまでやったら、こう裏側ですね、4箇所あるネジを取っていきます。で、ネジを取ります。取ると、この裏の板金の部品がですね、パコッと開いて、基板が出てきます。で、コネクターがいくつか繋がっているので、これを取っていきます。ということで、コネクターが1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所止まってますので、これらを取ると、基板が外せます。次にどうしようかな。次にここまで来たら、この上のこれも取っちゃいましょう。これが、このとこですね。ヒンジ、止まってるだけなので、ヒンジ、パコってやると、外れます。ということで。ここの他にですね、この裏が、これが爪になって、両方で溜まってるんですけど、ペニペニ柔らかいので、引っ張れば、爪が外れて取れます。で、次にこのカバーですね。この、外側のカバーを外してしまいます。これもですね、もう、端っこ、パコって、横に外せば取れるはずなので、そうです。外のカバーですね。ここに爪があるので、これを外します。で、向き的にはこの右方向、こんな感じの向きに引っ張っていくと外れます。という感じですね。この爪とこの辺が引っかかっているので、この辺を意識して外します。で、次に、
この板金部分を外していきます。これはここネジ2本、あとここに合わせで繋がってる3本を取れば外れます。ここで取れました。で、あとケーブルのコネクターですね。コネクターじゃない。ケーブルはクランプされているので、これらを取っておきます。で、クランプを取りまして、こっちが、ここは穴でなっているので、取っているので、こっち側から、じゃない、ここにも、ですね。こっちにもネジありましたね。全部で5箇所のネジを取る必要があります。そうですね。ネジの種類は、主に、というか、2種類ですね。普通のメトロネジとタッピングのネジの2種類。部品共通化されてるっぽいので、あんまり気にしなくて大丈夫です。で、これ取ると、こう、パコッと取れるはず。そうですね。で、ここは爪になっているので、これをちょっと押し下げるような感じで、ここにガボがあるので、こっち側に抜きます。爪を外して、ガボから抜くような感じで、外します。で、穴からハーネスというか、配線を抜いていきます。で、次に、受講部。下側の受講部ですかね、を取っていきます。まず、これ、配線繋がっているので、これをまた、取っちゃいます。で、これは、この部分ですね。この部分は、ここに爪があるんですけど、これ2箇所、もし外側に押し広げてやると、簡単に取れます。で、これを取って、で、次に、この基板ですね。この基板は、ここもちょっと、コネクタを外します。コネクタを外して、これが、基板は爪で止まってるだけなんで、上側の爪、こっち側の爪を外してやると簡単に取れます。ここの、細長い部品を取ると、ローラーが見えます。真ん中の爪3箇所はあと端っこで止まってるだけなので、真ん中の爪をパコッとやって、端っこから開けていけば、で、こっちに、右側に抜いてやれば取れるはず。で、取ってやると、ローラーが出てきます。これはもう交換済みのやつですね。引き抜かなきゃいけないんですが、それで、横の、こっち側から、これですね。これを引き抜きます。どうやって引き抜くかですが、ベルトをちょっと緩めてやらないと引き抜けないので、これは、こっちか。ここのネジを緩めてやると、こいつが動いて、ベルトが緩くなります。一番ちょっと緩くしてやって、で、これを、ベルトを外してやります。で、ここのギアはどうやって取るかですが、ギアの方に爪がありまして、
視野の内側の爪をちょっと、爪を移動しながら、引っこ抜くと、このギアが取れる数。ちょっと動いちゃえば当たる。ということで、取れます。で、で、こっちのですね、軸受け、オイルレスメタルですかね。この、茶色っぽい部品。これも取らなきゃいけないんですが、これはちょっとここの爪ですね。奥側に爪があるので、それを押し下げながら、爪を押し下げながら、軸受けを回転させてやる。こんな感じですね。っていうと、90度くらい回してやると、パコって外れます。こっちの軸受けも同じように90度回してやると、パコッと抜けるようになります。で、これをつまんで、出てこない。こっちの外側の軸受けは、スポッと抜けるので、取っちゃいます。すると、右側がフリーになったので、左側も簡単にスポッと取れるようになります。これで1個目のローラーが取り外せました。ということで、これを交換してください。で、もう一個ですね。もう一個は、この、出口側にあるやつですね。これには、ここの、一番出口側についている部品を取らなきゃいけないんですが、それはちょっと厄介なので、先にですね、この大きな側の方を取っちゃいましょう。これを取ると簡単に取りやすいです。こちらの側は、こちら左右2箇所がネジで止まってます。なので、それを取ります。これもまた同じタッピングですね。なので、あまり管理はしなくていいです。あと、ネジを取ったら、上側に爪4箇所と、あと下側に爪が2箇所あって、あとサイドにも確か爪があります。ちょっとわかりづらいですけど、この辺が引っかかってるんですよね、サイド側。なので、まず、出口側ですね。ここをちょっと、ここ、外しておきます。で、そっから、ちょっとここのネジの止まってたとこあたりを横に広げてやると、外れるはず。で、下側、あと出口側と横を取ると、あとは右に取れます。で、ここを取ってしまうと、あとはこの先端のこの部品が取りやすくなります。この部品は、爪が、ここと同じように左右対称、こっち側にもあります。これをちょっと広げながら取ってやると、
爪にこう、外してやると、入れます。で、ちょっと開いてやんないと、これですね。で、これで取ると、ローラーが現れます。ローラーというか、このローラーの軸受けの部分ですね。ここの部分が現れます。で、また同じようにですね、この、ローラーじゃない、木や歯車を取っていきます。これもまた爪を残して、これします。一個抜きます。外したギアはどっちも同じものっぽいんで、これも管理しなくて大丈夫です。ギアを外すと、あとは、この、軸受けの部分をまた起こして、引っこ抜いてやれば、引っこ抜けない。で、軸受けを起こして横にずらすのかな。横にずらしてやれば、時計自動を動かすと、隙間が横に動くようになるので、それで動かして、間を取って、隙間を作って、取ってあげます。というので、二つ目のシャフトも取れました。以上は分解過程になります。あとは、組み立てていきましょう。90確認でセット完了。爪を動かしながら入れていきます。で、ベルトを元に戻します。ベルトをかけます。で、これベルトを張り具合調整できるんですが、あまり強く絞んなくていいです。あまり強くやると、かえって硬くなって動かなくなっちゃうので、このタイミングベルトみたいな内側のギアが滑らない程度にちょっとテンションかけてあげればいいです。半径エッジが立ってるので、ハーネス傷つけないように気をつけてください。ここのハーネスが非常に出しにくいです。気をつけてください。で、まず、このボスの部分に、2つのボスの部分に合わせて押し込めば、入ります。先端を入れてから上側を入れた方が、しっくりくる感じがありますかね。この奥に来るハーネスから先につけていった方が、つけやすいと思います。
し完成と。